こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。今回は我が家の防災計画ということで、私の災害に対する対策と備えをご紹介します。災害に対する備えをと言われても、何をやればいいか全くわからないという方に分かりやすいよう、やるべき災害対策を4ステップでお伝えします。と言っても、私の防災対策といえば、今まで中身もよく考えずに用意していた避難リュックを持っている程度でした。ですが、大きな災害が続いている昨今、もうなんとなくの準備では済まされないと思い、今更ではありますが、今回防災についてしっかり学習し、徹底的に備えを見直しました。見直してみて、これまでの私は何がどれだけ必要か、災害時にどう行動するべきなのか、ちゃんと想定できておらず、災害への準備は不十分だったということに気づかされました。避難リュックも大切ではありますが、もっとちゃんと準備すべきものもありました。そんな私の学びを少しでも多くの方に伝えたいと思い、動画にまとめました。また、できることならあまり多くのものを持ちたくないのがミニマリストになりたい私の本音です。なので、最低限の備えとは何か、普段使いのアイテムとできるだけ兼用できないか、工夫を凝らしています。この動画が災害対策について考えるきっかけになってくれれば嬉しいです。お伝えしたいことが多すぎて、かなり動画が長くなってしまいましたが、ぜひ少しずつお家の備えも見直しながら見てみてください。それではスタートです。今回紹介する私の災害対策は、こちらの今日から始める家庭の防災計画という本をはじめ、これらの文献および情報を参考にしています。また、実際に東日本大震災の時に福島県で被災した私の友人の体験談もとても参考にさせてもらっています。こちらとても良い本でしたので、興味のある方は概要欄のリンクよりチェックしてみてください。我が家の災害対策ステップ1は、家の中のリスクを減らすです。もしも何かあった時のために、防災リュックや備蓄など物を揃えたりするのも大事ではありますが、そもそも生き残れなければそんな備えも意味がなくなってしまいます。家の中の危険をできるだけ減らし、災害で被災する可能性を小さくする、これがすぐにでもできる災害対策の大切な第一歩だと思っています。実際に阪神・淡路大震災では、負傷した方の7割以上が家具の転倒や落下物が原因だったそうです。もし物が少なければ、たとえ地震にあっても家具の転倒や落下物の被害を受ける可能性を低くすることができます。たとえ火災が発生しても、物に炎が移って燃え広がる可能性を小さくすることができます。物が少ないミニマリストな暮らし自体が、災害で致命傷を負わないためのとても効果的な災害対策になるんですよね。福島県で被災した私の友人も、物を持たないのが一番の災害対策と話してくれました。当時、幸運にも落下物や家具の転倒による怪我は免れたものの、飛散したものの片付けには本当に苦労したそうで、震災以降、物は少ない方がいいと考えるようになったそうです。私自身、災害対策として生活を頑張ってきたわけではありませんが、結果的にミニマリストな暮らしが家に潜むリスクを大きく減らしてくれています。ここで被災リスクを減らすことにつながっているミニマリストな私流の具体的な災害対策を紹介したいと思います。まず、私は転倒リスクのあるタンスや食器棚のような大物家具を置いていません。物は本当に必要なものだけに厳選し、基本的には備え付けの収納にしまっているので、大きな家具を持たなくて済んでいます。そもそも家具を置かないのがやはり一番の災害対策になります。唯一置いている家具は背の低く重さも軽いりんご箱だけにしています。また、椅子や三脚のような重たいアイテムは高い場所には収納せず、床置きの状態で収納するようにしています。ちなみに、もしも大物家具を置いているという場合は、次のことを気をつけるといいそうです。まず、家具が倒れても通路は塞がない位置に置くこと。特に出入り口を塞ぐ位置に家具は置かないようにしましょう。そして、寝室には大きな家具を置かないこと。突っ張り棒などの転倒防止対策をしておくこと。重いものはできるだけ下に収納して重心を下げる。大きい家具があるという方はぜひ実践してみてください。
続いて災害時危険が特に多く潜んでいるキッチンでの対策を紹介します。私の友人もキッチンの被害が震災で一番大きかったと話してくれたので、特に気をつけています。食器は必要最低限に厳選し、備え付けの戸棚にしまっているので食器棚は持っていません。食器や瓶、ボトルなどの割れ物や鍋などの重量物は低い位置の戸棚に収納しています。こうすることで高い位置からの食器や鍋の落下をなくせます。上の棚には調理用品や消耗品ストックなど軽いものを置くようにしています。また高く重ねた食器は崩れやすくなってしまいますので、重ねすぎないようにしています。さらに最近割れ物の下にはダイソーで購入した滑り止めシートを置くことにしました。地震の揺れで食器が棚の中で滑ることで戸棚から飛び出てしまうので、少しでも食器が動かないようにするために敷いています。少しの力ではずれないようになったので、これはすごく効果的だなと感じています。またコンロ周りやキッチン台にはスパイスだったりキッチングッズだったりと物は置かないようにしています。火事の防止や地震での小物の飛散防止につながります。食器も乾かしている間はやむなくキッチン台の上に置いてはいますが、毎回リセットはするようにしています。特に危険な包丁はキッチン上に出しっぱなしにせず、都度戸棚の中にしまうようにしています。また窓ガラスはもともと防火性と飛散防止の効果がある網入りガラスではありますが、ガラスが割れて飛散してしまうのを防止するために台風の時は必ずカーテンは閉めるようにしています。配線にも気を使っています。避難する際に慌てて電気コードに足を引っ掛けて転倒してしまう二次災害もよく発生するそうです。つまずき防止のため電化製品は基本コンセントの近くに置くようにしていて、もしもコンセントから離れて設置するときもコードカバーを使ってコードを整理しています。災害時にまずは生き残るために、これからも物を減らせないか試行錯誤したいと思います。でちなみに私の母も最近捨て活に目覚めていて、一生懸命頑張っています。不要な服や本を大量に処分して、出入り口を塞いでいた本棚や寝室に置いていた大きなタンスまでも処分することができました。使っていないローテーブルも処分して、窓から外へ避難ができるようになりました。もうあまりの母の頑張りと成果に私も驚いています。45年以上溜め込んでしまっていた私の実家も少しずつ捨て活と災害対策が進んでいます。我が家の災害対策ステップ2は住居のリスクを把握し避難場所を想定するです。どの家に住むかによってどんな被害が起こり得るのか、どんな備えをしておき、どこへ避難しなければならないかが変わっています。なのでまずは住居のリスクを把握することが大切です。という私自身もこれまで特に考えることもなく、災害時はまず近所の避難所に行くものばかりだと思い込んでいました。ですが、もし自宅に危険がなく、生活するのに最低限必要な備えがあるのであれば、自宅に残り避難生活をする在宅避難が可能なんです。むしろ避難所は全ての住人を受け入れる備えはなく、本来自宅での避難が困難な方のみが行く場所で、実際東京都が用意している避難所の定員は全体人口の2割程度だそうです。でも在宅避難はプライバシーが守られるというメリットもありますし、できることならしっかり備えて在宅避難したいですよね。ということで、在宅避難ができるかを想定するために自宅が安全な場所であるかを次の手段で確認していきます。まず確認すべきもの1つ目はハザードマップです。自然災害のうち津波、火山、浸水、土砂災害は生じる場所がある程度決まっていて、ハザードマップで確認することができます。ハザードマップの確認には重ねるハザードマップというウェブサイトが便利です。洪水、土砂災害、津波など複数のハザードマップを重ねて表示できるので、各災害のリスクを一度に確認することができます。概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご自宅のハザードマップを確認してみてください。私の住む家も私の実家もハザードマップの危険エリア範囲外だったので、津波、火山、浸水、土砂災害による被害を自宅で受ける可能性はほぼないと言えます。ただハザードマップが必ずしも正しいわけではない点は知っておきましょう。実際私の住む市区町村でもハザードマップの危険エリア範囲外の場所で昨年想定外の大きな水害がありました。雨の降り方や道路、
下水道の状況などによって浸水・土砂災害の発生エリアは変わりますので、日頃から水はけの状況などをよく自分の目で観察しておくことが大切だそうです。続いて、地震、暴風、大雪等の自然災害への住居の耐久性もいつの建築基準法が適用される物件であるかで確認できます。1981年より古い基準の建物は一般的に旧耐震基準と呼ばれ、震度5の地震で倒壊しないことが基準で定められています。つまり追加の耐震工事をしない以上、震度6弱以上の地震の際は倒壊のリスクがあります。ちなみに私の実家はこの旧耐震基準が適用して建てられた物件です。そしてその後、1981年の基準改正以降の基準に従う建物は新耐震基準と呼ばれ、震度6強、7程度の地震でも倒壊しないことが基準となりました。さらにその後の2000年の改正以降の基準に従う建物は新耐震2000年基準と呼ばれ、木造住宅の耐震性が上がり、暴風や積雪に対する基準もより厳しく正確になりました。ちなみに私が今住んでいる木造アパートはこの新耐震2000年基準が適用する物件です。なので一般的には新耐震基準、できることなら新耐震2000年基準が適用する住居が強い地震にも耐えられると言えることができます。なお、築年度イコール適用基準となるわけではないので、1981年もしくは2000年前後に建った物件はいつの建築基準法に従っているかはよく確認した方が良さそうです。ということで、ハザードマップの危険エリア外かつ新耐震基準の家や新耐震2000年基準の家に住んでいる方は自宅が安全場所になり、在宅避難ができる可能性が高いです。一方でハザードマップエリア内もしくは旧耐震基準のお家に住まわれている場合は家から避難する状況になる可能性が高まりますので、避難所へ避難する備えもしっかりしておいた方が良さそうです。私の場合、住む家はハザードマップ危険地域外であり、新耐震2000年基準の木造物件なので比較的安全な場所ということが想定できます。なので自然災害の時、基本的には在宅避難することを想定することにしました。これまで私は避難リュックを用意することが災害対策だと考えてしまっていたのですが、現実的な発生確率を想定すると在宅避難への備えが重要だったということに今回災害について真剣に調べてみて気づかされました。一方、火事については十分に起こり得ると考えられるので、その時は近くのホテルに泊まったり、実家にしばらく住まわせてもらったり、外へ避難することにしようと思っています。なので危険な状況から一時脱出して生き延びるための避難リュックは準備しておくことにしました。一方で私の実家はハザードマップの危険エリア外ではあるものの、旧耐震基準の木造住宅のため震度6以上の強い揺れでは倒壊の危険性があります。ですが日常生活で支援が多少なり必要となる高齢の祖母がいるため、避難所での生活は正直現実的ではないということで、基本は在宅避難を優先することにし、もし自宅が倒壊リスクに置かれた時には避難しようと母と相談しました。倒壊リスクを承知しながら古い家に住み続けることになりますが、それでも寝ている間の突然の大地震による倒壊で押しつぶされてしまうリスクが少しでも低くなるよう、みんな2階で寝るようにしています。避難場所を話し合ってから母がローリングストックを始めたり、水やライフラインが止まった時でも自宅で生活できるよう小物を揃えたり、今までよりももっと現実的に備えをできているようです。避難する場所によって備えも変わりますし、実際に災害が発生した時慌てずに行動できるので、どんな災害が発生した時にどこに避難するか、ぜひご家族と一度話してみてください。そして災害対策の本にはこうも書かれていました。災害で死なない環境を作るための一番の方法は災害を避けることである。つまり家を安全な場所にすること、これが命を落とさないための最も効果的な災害対策になるそうです。実際、阪神・淡路大震災で亡くなった神戸市内の方の死因は建物や家具被害によるものが約 80%、
しかもその大半が地震後15分以内と救助する間もなく息を引き取られたそうです。ですので、もし引っ越しを予定されている方や引っ越せるという方は、ぜひ災害リスクの低い安全な住居に住むようにしましょう。ただ、住む場所を変えるのは簡単ではないことは私自身も痛感していて、私の家族も引っ越しは今は現実的でないため、古い木造住宅に住んでいます。それでも災害から身を守るため、できることならぜひ災害は避けられる住居に移ることを検討してみてください。実は私の母もいつか引っ越すことを目標に今捨て活を頑張ってるみたいです。我が家の災害対策ステップ3は緊急避難用リュックを用意するです。自宅にどれだけのリスクがあるか把握し、避難場所の想定ができたら、いよいよ災害に備える荷物を準備していきます。私が用意したのは緊急避難用リュックと在宅避難するための備蓄、この2つです。まずは緊急避難用リュックから紹介します。緊急避難用リュックは津波、浸水、火事など走って逃げないと命が危ない、そんな1分1秒を争う状況から急いで逃げるときに持っていくことを想定した最低限の荷物です。なので生きていくために必要最低限な荷物を入れ、両手が空くリュックであること、そして背負った時に走れるほどの重さであること、これが大切になります。私の家は水害、津波の被害を受ける可能性は低く、倒壊リスクも高い家ではないので、基本的に在宅避難を想定していますが、万が一火事や自宅の倒壊で家から急いで脱出しなければならない状況になった時、数日は生き延びられるだけの荷物を想定して避難リュックを準備しました。保管場所はすぐ持ち出せるよう玄関の手の届く位置に置いておきます。全く使わないから手放そうかなと迷っていたリュックを避難バッグに使っています。処分しようとしていたものを使ったり、日常に使うアイテムと兼用させたり、物を増やしすぎない工夫もたくさんしています。では荷物の中身を紹介していきます。まずは水です。1日あたり1人3リットル必要とは言われますが、走って逃げる想定なのでそんなにたくさんは持っていけません。とにかく生き延びることが目標なので 500ml ペットボトル2本だけをカバンに入れます。食べ物もまずは数日生き延びることが目標なので、十分な量ではないかもしれませんが、甘いお菓子を入れています。賞味期限は少し短いのですが、賞味期限が近くなったら食べてこまめに入れ替えしようと思っています。塩分摂取のためおしゃぶり昆布もリュックに追加しました。あとは賞味期限が長い保存食のクッキーと水だけで調理できるアルファ米も用意しています。紹介していないですが割り箸も入れておきます。続いて貴重品です。貴重品はこちらのポーチに入れています。中にはまず1000円に崩した現金3万円分を入れています。現金は物を買ったり、家を失った時ホテルで泊まったり、実家に帰ることを想定して用意しました。あとは身分証として使うための保険証や免許証のコピーです。キャッシュカードや通帳、実印がなくても多くのメガバンクでは災害時に身分証明書で本人確認が取れれば10万円程度まで預金を引き出せるようになるため持っています。ちなみにネット銀行の場合は災害時に電話で本人確認が取れれば他行の本人名義の口座へお金を振り込んでもらうことができます。私はネット銀行を使っていて、基本キャッシュカードは持ち歩かずスマホでコンビニ引き出ししているので、万が一災害時にスマホに手元がなくお金が必要な状況になったら店舗を持つ銀行口座に振り込んでもらう予定です。あとは生きるために絶対必要なもの、例えば目が悪い方はメガネ、持病がある方は薬なども入れておきましょう。続いて電気小物系です。ヘッドライトを入れています。両手が開くので懐中電灯より頭に取り付けるタイプが良いそうです。私はキャプテンスタックというメーカーのものを買いました。これは単4電池3個で動きます。ちなみにダイソーでもヘッドライトは置いているそうですので、お得に買いたい方はそちらでもいいかもしれません。ただ1点、電池の取り替えにドライバーが必要に見えたので、ダイソーを使う場合はリュックに忘れずドライバーも入れておきましょう。私が買ったヘッドライトはドライバーなしで取り替えできるところがいいなと思い選びました。ライトにもなるラジオを入れています。これは単4電池3個で動きます。災害時インターネットは通信障害になったり、停電が数日以上続くと基地局がダウンしたりする可能性もあります。
ですがその状況でもラジオは最後まで使える可能性が高く、停電時の情報収集の最後の砦になり得るそうなので持っておいてます。スマホの充電器とケーブルも入れておきます。スマホは家族の安否確認だったり、災害情報の確認だったり、被災時の生命線になるので電池を切らさないようにしたいところです。もし停電している場合に備え、乾電池式のモバイルバッテリーも用意しました。これは単3電池4本で動きます。ラジオとヘッドライトはどちらも単4で動きますが、モバイルバッテリーは単4で動くものがネットでも見つからなくて、結局単3電池で動くものにしました。本当は使う電池の種類を揃えたかったのですが、できなかったので単4電池を単3電池で使えるように電池スペーサーも用意しています。なので乾電池も基本単4電池だけを持つようにしています。続いて救急用品と洗面用具です。これらは無印良品のスパバッグに入れています。自宅の救急用品は普段からめったに使うものではなかったので、保管する場所を避難ブックの中にすることにしました。中身はまず傷口の消毒液、そしてガーゼとテープ、軟膏、病院でもらったお薬の余りです。その他洗面用具としては、まずアルコール消毒。これはストック分で普段は持ち歩き用に詰め替えているのですが、災害用と兼用させています。水が止まりお風呂に入れないことを想定して、体を拭くように汗拭きシートとアルコールの入っていないウェットシートを入れています。これは普段使っているアイテムのストックと災害用と兼用させているローリングストックでもあります。歯ブラシはホテルでもらった新品を一つ入れておいてます。そしてマスク、それからカイロ。これもめったに使わないので、自宅用の保管場所を避難バッグの中に変えました。続いては衣類です。雨に濡れた時、汗をかいた時、着替えられるよう服とタオルを1セット用意しました。ハンドタオル、フェイスタオルを1枚ずつ、インナーと靴下、ヒートテック T シャツとタイツも1枚ずつ、そして長袖 T シャツとスウェットパンツを用意してます。どれも着古したりめったに着ていなかったり手放そうとしていたアイテムばかりです。ショーツだけは新品を多めに3枚用意しました。私ユニクロのエアリズムショーツを愛用しているのですが、結構劣化しやすく、ある意味消耗品なので、普段使いのストックを兼ねて災害用リュックにしまっています。トイレットペーパーも1つ入れています。ですが正直4倍巻きかなり量が多いので、もっと軽くてコンパクトなトイレットペーパーでもいいかもしれません。生理用品も普段使いのストックを避難バッグに入れているローリングストックです。携帯用トイレを持っておいてもいいのですが、私は簡単に45リットルの大きな袋と新聞紙を用意しました。トイレとしての使い方はこの後紹介します。小さめの中身が見えないビニール袋を入れています。これはもう災害専用に持っているというより、普段使っているもののストックと兼用させています。袋は災害で破損したものを入れたり、汚物を入れたり、手袋やお皿の代わりになったり、いろんなことに活用できるので多めに用意してます。ダイソーで買ったアルミ素材のポンチョです。雨具としても防寒具としても、そして着替えや簡易トイレ使用時の目隠しとしてもマルチに使えると思い用意しました。そして軍手も入れています。リュックはそこまで重すぎず、十分走って逃げられそうです。緊急避難リュックに入れているものを一覧にしました。ぜひ一時停止してチェックリストとしてご活用ください。で、実は避難バッグと呼ばれるものは2種類あって、今ご紹介した緊急避難リュックともう一つ大きな避難バッグがあります。これは避難所に余裕を持って避難する場合、例えば台風など想定して事前に避難所へ避難する場合だったり、大震災後に避難所にゆっくり移動するときに緊急避難リュックと合わせて持っていく、避難先で生活をするために必要な水、食料、着替え、寝具などを入れたバッグです。避難所で避難生活を送る方は用意が必要になってくる荷物になります。ただし私の場合、数日は緊急避難リュックを持って避難所に行くかもしれませんが、長期間避難生活をする可能性はあまりないと考え、大きな避難バッグは用意しないことにしました。
代わりに在宅避難用のアイテムをしっかり揃えようと考えています。我が家の災害対策ステップ4は在宅避難のための備えです。災害時、自宅が安全であれば在宅避難が可能ですが、そのためには停電、断水などライフラインの停止に備えたアイテムの確保、食品、飲み水などの生活物資の備蓄が必要となります。必要最低限で暮らすミニマリストを目指す中、使わない余計なものはあまり増やしたくなくて、私は災害のための備蓄を持つことにあんまり前向きではなかったのですが、今回災害について調べて避難生活のための備えはまさに必要最低限のものだったということに気づかされました。備えは最低でも3日、できれば7日分を持っておきましょう。これは災害発生後3日間は人命救助が優先され、道路の復旧や避難所への物資輸送はその後になるため、そして大規模な震災ではさらに物資が行き届きにくくなるためです。電気、ガス、水道は過去の大地震のようにすぐには復旧せず、数ヶ月かかる場合もありえます。それでも1週間も経てば物資が行き届くようになったり、交通機関も再開し、安全な場所へ疎開することもできます。私が今住む地域も震災の時は停電が3日間、ガスの停止は5日間、断水は2週間ほど続いたそうですが、給水車や湧き水を使ったり疎開したり、なんとか1週間以上避難生活をやってこれたと職場の方々も話してくれました。ただし買い占めなどの混乱はあったそうで、やはり物資は自分で用意していくことは大切です。ということで、とにかくまずは1週間生き延びるためのアイテムを揃えておきました。最初にライフライン停止への備えです。各ライフラインが止まった時、何ができなくなるかと、そのために用意しているアイテムを紹介していきます。まずは水道です。水道が停止した場合、一番に困ることがトイレが使用できなくなることです。そのために1日1人当たり5、6回分、1週間で35回分の使い捨てトイレを用意しておく必要があります。市販の非常用トイレを買ってもいいのですが、もしもの時のためのものをできれば増やしたくない私は、家にある45リットルの黒色のポリ袋、古い新聞用紙、そして消臭スプレーを使って非常用トイレを準備しています。我が家の非常用トイレの使い方は、まず便座を上げ、ポリ袋1枚を広げてセットします。開口部をすっぽり覆うのがポイントです。そして便座を下ろし、もう1枚のポリ袋を広げて便座を覆い隠すように重ねます。2枚目のポリ袋の上にちぎった新聞紙を入れ、簡易トイレの完成です。トイレが終わったら消臭スプレーをかけ、2枚目のポリ袋の口を結んで処分します。消臭スプレーの代わりに粉末洗剤、重曹、酸素系漂白剤でも可能です。2回目以降はトイレのたびに2枚目のポリ袋を取り付けるステップ2から始めれば OK です。簡単ですよね。水道が停止するとお風呂に入ることもできなくなります。体のかゆみ、匂いの発生を抑えて最低限の清潔さは保たせるため、私は緊急用避難リュックで紹介もしましたが、汗拭きシート、そしてノンアルコールのウェットシートで体を拭きます。どちらも普段使いもしているアイテムでローリングストックしています。髪にはダイソーのドライシャンプーを用意しています。これは普段使いはしないアイテムなので、もしもの時のために買ったものなのですが、値段も100円と安く、もし使うことがなくても処分しても後悔しないなと思い選びました。よくある缶のタイプのドライシャンプーよりコンパクトで保管にかさばらないですし、枚数が少ないため早く使い切れ、衛生的なところも気に入っています。そして手を洗うこともできなくなるのでアルコール消毒を使います。水が止まると食器を洗うことができなくなります。その時もお皿にキッチンラップを貼り、その上に食べ物を乗せたり、アイラップという耐熱素材のビニール袋をかぶせて使ったり、使い捨てられるもので多い食器を繰り返し使います。この耐熱素材のアイラップは電子レンジにも使えたりするので、普段の料理も時短してくれたりと毎日大活躍です。ぜひ普段から使ってほしいおすすめアイテムです。また
洗濯機も使えなくなりますので、服が足りなくなったその時はポリ袋で洗濯をします。ポリ袋に少量の水と衣服を入れ、台所用洗剤を入れて口を閉じ、袋の上から揉み洗いをします。そして手で絞って脱水して干します。水が少なくすすぎができない状態ではありますが、中性洗剤であれば洗濯洗剤と比べ比較的肌が荒れにくいということで中性洗剤を使っています。そして給水車が来た時のためにウォーターバッグも用意しています。容量は 4.2 リットルで、こちらもダイソーで買いました。もっと大きいサイズはいくらでもあったのですが、一人で運ぶとなるとこのぐらいが適正かなと思い、こちらを選びました。今は1枚しか持っていませんが、サイズもかさばらないので複数枚持っていてもいいかもしれません。続いて電気です。停電すると照明が使えなくなるので、緊急避難用リュックの中に入っているヘッドライトをメインに使います。特に夜の室内の移動は危険になるので、1人1台ヘッドライトがあるといいそうです。あとはベッド横に置いているライトも充電式なので、非常時はライトとして使えます。ただそんなに充電の持ちは良くなさそうなので、暗くなったら寝るを徹底して、あまり照明を使わなくても済む暮らしをしたいと思います。続いてガスです。都市ガスは復旧まで電気や水と比べて一番時間がかかりやすい傾向にあるそうです。ガスが使えなくなると調理ができなくなります。なので私はそのためにカセットコンロを持っています。災害時専用のアイテムというのは正直持ちたくなくて、カセットコンロは買うかずっと悩んでいたのですが、食事は生き延びるために必要不可欠ですし、災害時も温かいご飯がやっぱり食べたいなと思い、非常用に私も最近カセットコンロを買いました。とはいえ普段使いはなかなかしないアイテムに保管場所は取られるのは嫌だなと思い、こちらの岩谷のフォールディングキャンプストーブという折りたたみ式のカセットコンロを買いました。こちらのカセットコンロ、とっても買ってよかったです。まずコンパクトなサイズなのが気に入っています。折りたたみ式なので小スペースで保管することができるので、私はキッチン下にフライパン、鍋と一緒にしまっています。そして組み立てるとしっかりとした構造なところも本当にいいです。鍋を乗せてもグラグラせず安定感がありますし、五徳もしっかりしていて、火からある程度距離が取れているので、鍋全体に均一に熱が回りやすいです。熱を遮断するプレートがついているので、テーブルへのダメージも防いでくれます。普段使いしないのにかさばるカセットコンロを持つことに抵抗があるという方にとってもおすすめです。ガスボンベは今は3本用意していますが、必要本数は1台あたり1日約1本と言われているので、1週間分間に合うようもう1セット用意しておこうかなと考えています。そして東日本大震災の時、皆が口を揃えて言う一番手に入らなかったものがガソリンでした。私の友人も1週間経っても水道が復旧しない状況のため、東京の知り合いの家へ疎開することにしたものの、ガソリンが手に入らず危うくたどり着けないところだったそうです。私が今住む地域は物を調達するためには車が必須です。なのでガソリンはメーターが半分以下にならないよう補充するようにしています。続いて食品、飲み水などの生活物資の備蓄を紹介します。こちらも7日分を想定し準備しました。水は1日3リットルと言われているので、2ケース分ぐらいを備えながら使うローリングストックで用意しています。食品はこちらの戸棚の中のレトルト食品とキッチンに置いている玄米、プロテイン、これで7日分を想定しています。食品の備蓄はあえて見えやすい場所に置くことで管理を楽にする作戦です。何年も保存が効く非常食ではなく、保存期間が半年から1年ぐらいの普段使いできる食品をローリングストックするようにしました。というのも、私の実家で先日戸棚にしまい込んでいて賞味期限切れになってしまった缶詰などの保存食を大量に処分したんですよね。もう賞味期限が10年前とか20年も前の化石ばかりで30食以上は処分しました。もったいないなんて言いながら片付けましたが、普段から食べていない食べ物ばっかりだったんですよね。ローリングストックにすると日頃から使うから非常用として場所を取る必要もありませんし、賞味期限管理が本当に楽になります。味も慣れているものになるので安心ですよね。
非常時だけでなく忙しい時や風邪をひいた時にも使っていこうと思います。で、エリアごとに賞味期限を分けていて、このエリアは賞味期限が今年中、こちらは来年の前半、その隣は来年の後半、そして再来年以降のエリアと必ず賞味期限を切れさせない工夫をしています。見えるところに置く、期限ごとに置く、普段使いもできる食べ物にする、これが賞味期限を切れさせないコツかなと思っています。そして避難生活はきっとストレスがたまるはずですので、せめて食べ物で元気になれたらと思い、自分の好きな食べ物ばかりを選びました。私は麺よりご飯派なので、ご飯に合う食べ物ばかりを揃えています。で、ちょっと贅沢に無印良品の食べ物を多めにしました。スープも大好きなので、いくつか用意しています。このスープは袋が自立するので、これをお椀として使ってそのまま食べることもできますし、付属しがちな野菜が取れるので備蓄としてかなりおすすめです。私はフルーツが本当に大好きなので、気分も上がるかなと思いフルーツ缶も用意しました。お米については、もし水道やガスが通っていなくてもアイラップとカセットコンロがあればご飯を炊けます。なのでレトルトを3つ、お粥を2つだけしか持っていません。そのおかげで食品のローリングストックコーナーもそんなにたくさんの食品を持たずに済んでいます。ここでアイラップを使ったお米の炊き方を紹介します。まずアイラップにお米とそれと同量か少し多めに水を入れ、空気を抜いて口を絞ります。空気が入ると鍋の中で浮いてしまい、うまく湯煎できないので注意です。20分ほど浸水させます。耐熱皿を置いた鍋に水を入れ、沸騰させたらアイラップに入れたお米を入れます。そして弱火か中火ぐらい、お湯が少しグラグラする程度の火にし、蓋をして30分ほど湯煎をします。炊き上がったら鍋から取り出し、5分ほど放置して完成です。実際炊いてみたのですが、意外と簡単で美味しく炊けました。アイラップのままお茶碗にのっければお皿代わりにも使えて、洗い物も増えないのがいいですね。塩昆布を入れておにぎりにしてみたら美味しすぎて本当に幸せな気持ちになりました。塩昆布うまー。以上が一人暮らしの私の在宅避難のための備えでしたが、じゃあ我が家では何がどれぐらいの量必要なんだろうと悩んでしまう方も多いかなと思います。そんな方には東京備蓄ナビというサイトがおすすめです。家族構成、人数などを入力すると、在宅避難のために必要なものとその量をパッと算出してくれます。そしてそれがなぜ必要なのか、その理由も説明してくれるので非常に参考になりました。よければぜひ活用してみてください。以上がミニマリストになりたい私流の防災対策でした。今回の動画はあくまで私個人が考え行った災害対策です。誤った情報はお伝えしないようできる限りリサーチを行いましたが、今回の動画を鵜呑みにするというよりかは、じゃあ我が家ではどんな対策が必要だろうと考えるきっかけにしていただければ嬉しいです。正直災害って何が起こるかわからないので、備えても実際備えきれないですよね。私としてはもう生き延びられるだけ最低限の備えは持っておきたいと思っています。もし災害でのご経験談、アドバイスなどあればぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。この動画がきっかけで少しでも災害時に救われる方がいてくれたり、いつ起こるかわからない災害への漠然とした不安を備えることで軽減できたら、動画を作った甲斐があるなと思っています。長い動画を最後までご覧くださりありがとうございました。